NHK ラジオドラマ第6話怪談。皆さん知ってると思うんすけど、俺半年前に一度引っ越ししましたよね。ああ、そうだね。みんなで鎌本の引っ越し手伝ったっけ。楽しかったな。戸塚さんにはお世話になりました。おいデブ、その言い方だとまるで俺にはお世話になってないみたいじゃねえか。俺もその場にいたぞ。矢田さん、ひたすら俺の漫画読んでただけじゃないっすか。しかも続きが気になるからって途中で満喫いっちゃって。まあ今日は怪談の回ということで、なんで俺が引っ越そうと考えたのか、その時の話をしようと思うわけっすよ。本当はあんまり気が進まないんすけど。そういえばなんか最後まで理由は言わなかったね。ずっと青い顔はしてたけど。けどうせ大した理由じゃねえんだろ。やたちゃん、黙ってお話聞きや。草薙さん、そのグラスを叩いて変な音出すのやめてください。やたちゃん、怖い？怖くないっすよ。まあまあ、とりあえず鎌本の話を聞こうよ。ね、鎌本。戸塚さん、ありがとうっす。まあ皆さん来たことあるんでご存知かと思うんすけど、もともと俺がいた部屋、安いだけが取り柄のジメッとしたあまり雰囲気の良くない感じではあったんすよ。単にお前がデブだから仕切ってただけだろ。だから草薙さん、それやめてくださいって。ある日俺、近所のおばあちゃんからおまんじゅうをもらってきたんで、こたつの上で食べてたんです。こしあんがしっとりとした美味しいおまんじゅうでした。それでちょっと飲み物足りなくなって、外の自動販売機までお茶を買いに行ったんです。寒い日だったんですけど、手のひらに乗せたペットボトルはほっこりと温かくて、部屋に戻ってくると、あれ、なんだかおかしいなって。どうしたの？部屋の電気が消えていたんです。確かにつけて出たはずなのに。勘違いなのかな、おかしいなと思って電気をつけたわけです。なんか嫌だなと思ってこたつの上を見ると、おまんじゅうもないんです。お前食っちまったんだろ。もう食いしん坊だなお前も。だったらよかったんですけどね。部屋が妙に落ち着かないんです。ざわざわまるで誰かに見られているような、ずっと嫌な気配がして、それでなんだろう、おかしいな、嫌だなと思ったわけですよ。でも俺どうしても気になったんで、おまんじゅうを探して回りました。ええ感じやな。ドキドキするね。おまんじゅうは案外簡単に見つかりました。おばあちゃんからもらったおまんじゅうの箱がこたつ布団の端から少し覗いていたんで、うっかり落としたのかなって俺思って。でもあれ、おかしいな、なんだろう、その箱に異様に白いものが張り付いているんです。なんだか人の指のような、細くて長い、まるで女の指のような、そんなものが絡んでるんです。俺、勇気を出してこたつ布団をそーっとめくってみたんです。そしたら、膝を抱えて丸くなった女がいました。その女、おまんじゅうの箱に指だけかけて、カッって白目向いてました。なかなか語り口もどうにいって大したもんや。で、どないしたん？気がついたらその女いなくなってました。でも俺もうその部屋にはいられる気がしなくなって、そのまま引っ越しました。いいね。とっても怖いね。ところで大丈夫？やった。何言ってるんすか。怖くなんてあるわけだねじゃないし。強がる割にちゃんと言えてへんで。戸塚さんは何かそういう怖い体験はないんすか？俺自身はあんまりないかな。そうそう。でもこの前キングを脅かそうと、キングが寝ているベッドにマネキンの生首を仕込んでおいたことはあったかな。
ルージュを塗って髪を振り乱した女の生首。ミコトの反応は？何も。生首をちらっと見て鼻で笑ってまた寝ちゃったね。後でげんこつを一つもらっただけだよ。俺はミコトさんに躊躇なくそんないたずらを仕掛けるあんたの方が怖いっすよ。ま、ミコトはベッドの上に女がいることは珍しくないしな。やらしい意味ちゃうで。アンナのことや。そうだね。時々枕元にちょこんと座ってキングが起きるのを待ってるね。この前見た時はキングの顔を上からじーっと覗き込んでましたよ。正座して。もうそれは怖えな。ある意味、マネキンの生首なんか、どってことないわけや。お人形さんみたいな子だしね。お人形さんだ。やだな草薙さん、やめてくださいよ。今の、俺やないぞ。なバカな、だって。こうやってグラスとグラスをチーンとさせるの？アンナ。寝に行ったんやないんか。階段近くでずっと聞いていた。私も階段したいな。参ったね。ヤタさん、逃げないでくださいよ。ある意味で俺はこの状況が一番怖いよ。階段をやっていた男の人4人の足元におまんじゅうを抱えた女の人がいて、取り殺されちゃうお話を一つ。勘弁してくれー。